はじめまして、節約大陸チャンネルです。このチャンネルは学費を何千万円も払いつつ、夫の手取り収入が万年20万円台でも日々の節約に励み、そこそこの小金を貯めている節約リアルチャンネルです。この日はご近所から柿を大量にいただいたのですが、田舎に住んでいるといろいろともらえるので助かっています。我が家は三角コーナー用のゴミ袋とかをわざわざ買って用意とかはしておらず、その辺にある空いた袋にゴミを入れています。それだけでも節約になります。愛犬のピノも柿が大好きです。この日はお天気が良かったので柿の皮を干しました。柿の皮は漢方でも使われていますが、とても栄養分があり、乾燥したらお茶として飲もうと思っています。今夜の晩ご飯はとんかつを作ります。揚げ物はめんどくさいですが、この日は頑張りました。週の予算をだいたい1万5,000円くらいで考えて買い物に行き、3日分くらいの献立で食材を買います。残りの4日分は冷蔵庫の中にあるもので作ることが多く、うどんやパスタ、焼きそばなどの麺も週に 1,2 回は登場させます。お米が高くなってから本当に困ってしまって、もち麦を入れたりかさ増ししていましたが、やっぱり白米が美味しいですよね。新米の季節ならなおさらです。この日は3枚しかお肉がなかったので、3枚を4人で分けて食べるためにたくさん叩いて大きくしています。お肉は基本的にスーパーの割引肉を買うようにしていて、食費は安いものを買ってそこからメニューを考えるという方法で食費節約に挑んでいます。食費はだいたい家族4人で1ヶ月6万円ぐらいでやりくりしていますが、この物価高で食費はどんどん上がっています。野菜の端っこや腐らせそうな野菜は味噌汁にどんどん入れて、子どもたちに栄養を取らせています。この卵を見てください。なんと双子卵なんですよね。私が住んでいる田舎では双子卵を集めて普通の卵と同じ値段で売っています。1個の卵がすごく大きいのでお得感ありますよね。とんかつに小麦粉をつけていきます。つけ終わった後の小麦粉はもったいないので、また袋に戻して今度シチューを作る時に使おうと思って冷蔵庫にしまいました。何でも捨てちゃうのはもったいないですよね。最近は投資の動画や SNS でも NISA やiDeCoといったものが多く出てくるんですけれども、正直言ってお金がなければ投資なんてできやしないということで、少しでも節約して1万円でも投資や貯金に回してお金を増やしたいですよね。そのために節約することが重要だと思っています。ただ我が家は子どもたちに相当お金がかかっているので、そこをまずクリアしないと老後の資金にはたどり着けないのではないかと思っています。僕が大学に通っていた頃は授業料と下宿代で年間300万円以上かかっていたので、私のパート代は全部息子に使っていました。月の生活費は夫のお給料からやりくりをして、赤字部分はボーナスから補填します。ボーナスや確定申告で返ってきた税金で年単位のお金の支払いをして、その余りを NISA や貯金に回します。節約はコツコツが一番です。固定費削減やポイント活用など、これからの動画でご紹介していきたいと思います。すぐに全部は真似できないけど、真似できる部分を取り入れてもらって、少しでも節約を楽しめたらお金ってそこそこ貯まりますよ。正直投資は甘い蜜です。増えてます。でもリーマンショック級の大暴落が来ることもあるので、何が起きても生活するのにお金をかけずに生きていけることが最強のスキルだと私は思っています。洗濯はすすぎ1回の自分でカスタマイズしています。もちろん電気代も節約になっています。1回すすぎ用の洗剤を使いますが、
この洗剤はウェル活のキャンペーンで買ったので、ポイント払いでお金は使っていません。もちろん最初の洗いはお風呂の残り湯を使っています。これは25年前に私が主婦雑誌を参考にして作った赤ちゃんの布おむつ用のピンチハンガーです。100円ショップで材料を買って300円で作りました。これを25年間使っていますが、買えば700円くらいはするので、25年間で1万円くらい節約になっていますかね。無駄なゴミを出さないという観点から見てもエコなので気に入っています。今から夫の髪の毛を散髪して毛染めしていきます。これは昔バザーで300円で買ったバリカンです。夫の頭をざっくりと刈り上げていきます。散髪代はだいたい2ヶ月に1回ぐらい美容院に行くと考えて、カットとカラーで8000円ぐらいはかかりますよね。なので少し面倒ですが、私がやってあげることで節約しています。切り方はかなり適当なんですが、今のところ誰からも髪型について突っ込まれたことがないということなので、多分誰も夫の髪型を気にする人はいないのだと思います。おじさんになると特に誰にも注目されない特権がありますね。ちなみに私の髪の毛はロングなので、たまに毛先がパサパサになると自分でちょきちょき切っています。私もいつかカリスマ美容師にお願いして似合わせカットや高級トリートメントをお願いしたいという願望はありますが、今の現状では無理ですね。なのでお高いシャンプーやトリートメントが割引しているとウェル活でポイント購入して自宅でトリートメントをしています。あと毛にツヤを出すために最近バームを買いました。これは ZOZO のアプリで1000ポイントもらえたので少しお金を足して買いました。毎日ツヤ髪じゃないけどお出かけする時だけそこそこ小綺麗なら私は満足です。なので私は何年も美容院に行ってないけど、気づく人は多分ですがいないと思います。先ほどから話に出てるウェル活ってご存知ですか？薬局のウェルシアで毎月20日に和音ポイントを使ってお買い物をすると 1.5 倍にしてくれるという紙システムです。5000ポイントは7500円分のお買い物ができます。これを聞いて5000ポイントも貯めれないよって心の声が聞こえますが、千里の道も一歩から。いろんなことをするとポイントって意外と貯まりますよ。ただめんどくさがると貯めれないので、何でもやってみようという気持ちが大切ですね。私は毎月1万5000円くらいの買い物をしているので、1万ポイントは使っている計算です。ウェル活はその時でめちゃくちゃ安くなるキャンペーンなどがあるので、そういう情報を発信してくれる方の X などを見て計画を立ててから行きます。日用品や調味料、最近高くなったインスタントコーヒーなどもウェル活で買います。少し買うだけでもお得感がありますので、近くに店舗がある方はやってみる価値はありますよ。こんな感じでリアルな節約生活や節約ネタ、家計管理のノウハウなど25年の経験をもとに小金の貯め方を発信していきますので、よかったらグッドボタンとチャンネル登録をお願いします。